やるべきことが分かっているのにどうしても動けない。そんな人は決して怠け者ではありません。実は高 IQ ゆえの知性を持った脳が今は本気を出す価値がないと見切りをつけているだけなのです。休日にやらなきゃいけないことがたくさんあるのについスマホを見て一日が終わってしまった。そんな自分を意志が弱いダメな人間だと責めてしまうことはありませんか。でも安心してください。あなたが動けないのは怠惰だからではなく、あなたの脳が人一倍多くの情報を処理し無意識のうちにエネルギーの節約を行っているからです。今回は9割の人が誤解している動けない人の本当の知性とその深層心理を最新の脳科学と心理学に基づいて7つ解説します。この動画を見終わる頃には動けない自分を完全に肯定できるようになるはずです。脳が常に高覚醒状態で情報処理をしている。心理学の研究では内向的で静かな人は脳の皮質覚醒レベルが平常時から非常に高いことが分かっています。つまり普通の人なら気にならないような微細な情報や空気の変化をあなたの脳は常にキャッチし高速で処理し続けているのです。そのため脳は常にフル稼働状態にあり、いざ行動を起こそうとするとすでにエネルギーが足りない状態になってしまいます。動けないのはあなたが何もしていないからではなく、脳内で凄まじい思考を繰り広げている証拠なのです。行動する前に深い処理を行っている。すぐに行動に移せる人は情報を表面上で捉えているだけの場合が多いです。しかし賢い人は一つの物事に対してなぜこうなるのか、将来どんなリスクがあるかをシミュレーションする観察処理を行います。このプロセスには多大な脳のエネルギーを消費するため、傍から見ると行動が遅い動けないように見えます。しかしそれはあなたが物事の本質を深く見極めようとしているからです。目先の報酬に踊らされない、すぐに行動する人は新しい刺激や目先の利益に対してドーパミンという興奮物質を出しやすい傾向にあります。しかし動けない静かな人はこのドーパミンの過剰な刺激を不快や疲労として感じ、むしろ落ち着きをもたらすアセチルコリンを好みます。つまり周りが一時的なブームや浅い情報で騒いでいても、あなたの脳はそれに乗る価値はないと冷静に判断し、あえて動かないことを選択しているのです。リスクを極限まで計算し衝動を抑制している。脳科学の調査により内向的で静かな人は行動の抑制や注意の制御を司る右下前頭右回という脳の皮質が外向的な人に比べて優位に厚いことが報告されています。これはあなたが思いつきで無謀な行動に走らず、最悪の事態を想定してブレーキをかける能力に優れていることを示しています。動けないのは臆病だからではなく、高度なリスク管理能力を持っているからです。無駄な競争からわざと降りている。勝つ価値のない勝負から降りていること。世の中の多くの行動は他人との競争やマウントの取り合いから生まれます。しかし観察眼の鋭いあなたはそうした人間関係の摩擦がどれほど無意味で心と時間をすり減らすかを知っています。だからこそ無理に動いて争いに巻き込まれるくらいなら動かないことで自分の領域を守るという合理的な防衛策をとっているのです。孤独の中で脳の創造性を養っている。動けずに一人でぼーっとしているとき、脳内ではデフォルトモードネットワークと呼ばれる回路が活性化しています。これはバラバラだった記憶や情報を結びつけ、新しいアイデアを生み出すための極めて重要な時間です。歴史上の偉大な変革者たちも孤独の中で深い信念を育みました。あなたが一人で動けずにいる時間は決して無駄ではなく、脳にとって豊かな豊穣の空白なのです。自分の本当の心に嘘をつけない多くの人はやりたくないことでも周りに合わせて動くことができます。しかし深い知性を持つ人は本当に自分がやるべきことかという問いをごまかすことができません。心から納得できないものに対しては脳が強制的にストップをかけるのです。動けないのはあなたが自分自身の価値観に対して誰よりも誠実である証拠です。いかがでしたか？怠惰だと思っていた自分の行動が実は脳の高度なメカニズムによるものだとお分かりいただけたでしょうか？あなたは今日の7つの特徴のうちいくつ当てはまりましたか？当てはまる数が多いほどあなたは静かなる知性を秘めた観察者タイプです。動けない自分をもう責めないでください。あなたのポテンシャルは失われたのではなく、脳が最も力を発揮すべき本当に価値のある瞬間のために静かにエネルギーを蓄えているだけなのです。今日も動けなかったと自分を責めそうになった時、自分を取り戻すためのお守りとしてこの動画を必ず保存しておいてください。そして
あなたが普段どんな時に動けないと感じるか、ぜひコメント欄で教えてください。あなたの声が同じように悩む誰かの救いになります。